ナレーションのにわかです。制作者のにわからです。今回は大阪・関西万博で開催されるレースに参戦するマシンを作ります。試作シャーシ1号です。曲がるシャーシにしています。樹脂のしなりを活用しています。万博コースのカーブはきついです。曲がるシャーシでこれを対策します。モーターのはまりを確認します。バッチリです。電池のはまりを確認します。こちらもグッドです。このシャーシがベースになります。試作シャーシ2号です。車軸の位置を高くしました。長台形ホイールです。出っ張りセクション対策です。試作シャーシ3号です。ドーン。フロントにはアームを取り付けます。万歳します。試作シャーシ4号です。ヒンジレス AT バンパーを搭載します。ジャンプセクション対策です。ジャンプの着地時にバンパーが壁に乗り上げるとマシンは弾かれます。ヒンジレス AT バンパーはその弾きを無効化します。試作シャーシ5号です。試作シャーシ6号です。提灯を搭載します。着地時にマシンが跳ねるのを抑制するミニ四駆の定番カスタムです。駆動を調整しました。最終版シャーシです。糸引きがあるのでライターで炙って消します。綺麗になりました。ヒンジレス AT バンパーの癒着を剥がします。スムーズに動きます。グッドです。長台形ホイールは側面がツルツルです。タイヤが必要です。 TPE フィラメントを使います。ゴムのようなフィラメントです。タイヤを印刷しました。ホイールに装着します。エラタイヤにして着地時の反発を抑制します。グリップの比較。かなりグリップ力が向上しました。細かいパーツを作りました。電極をハンダ付けしました。ローラーを印刷しました。すべてのパーツが揃ったので組み立てます。モーターを搭載します。モーターカバーを取り付けます。固定します。ハトメを取り付けます。シャフトを差し込みます。ギアを取り付けます。スペーサーを取り付けます。ホイールを差し込みます。電極を取り付けます。グリス塗り塗り。駆動チェック。スルスルグッドです。リアローラーを取り付けます。固定します。フロントローラーを取り付けます。固定します。提灯を取り付けます。固定具を取り付けます。固定します。ロードローラーを取り付けます。できました。 IAC ロードローラーです。フロントに大きなローラーを装着しています。そしてこのローラーは非常に柔らかいです。ローラーを保持するアームは持ち上がります。柔らかいローラーとサステンションによる二重の衝撃吸収です。出っ張りの対策になります。長台形ホイールも出っ張りの影響を緩和させます。曲がるシャーシは急カーブをスムーズに通過させます。ジャンプ着地時のマシンの跳ねチェック。若干跳ねますね。そもそも提灯軽すぎて意味なくないですか？提灯には重りが必要です。今回の大会では指定のスピードコントローラーを乗せる必要があります。受信機の重量は 12.5g です。重りとして活用します。跳ねチェック。跳ねが抑えられています。グッドです。ヒンジレス AT バンパーは壁に乗り上げたマシンをスムーズに復帰させます。まとめると6つの機能が搭載されています。にわかららしいマシンに仕上がりました。重量チェック。137.2g。これは重いです。速度出るかしら。テストコースを作りました。ウォッシュバーンです。高さ 2mm の幅広の出っ張りがロングストレートに設置されます。こちらは間の爪です。コーナー直前に斜めの発射台がついています。これを一番警戒しています。まずは平面走行。5。いい感じです。この速度ならジャンプセクションも大丈夫でしょう。スピードコントロールもできています。ウォッシュバーン。5。フロントは跳ねません。リアは跳ねています。長台形では跳ね対策が足りなかったようです。以前作っていたRSタイヤにはしないんですか？こちらは TPU なのでグリップが弱いです。グリップのある TPE だと柔らかすぎます。コースはストップ&モーが多いのでグリップ重視にしています。間の爪。5。フロントは完璧にロードローラーが機能しています。いい機構を作れました。リアの跳ねはスピードコントロールでなんとかします。フロントは跳ねないので限界速度は上がっています。ジャンプチェック。飛び姿勢よし、跳ねなし。グッドです。それでは万博へレッツゴー。これが万博特設コースです。4段のレーンでレースをします。
様々なギミックがあります。運営と大阪工業大学の学生方々の自作コースです。速度を調整して走ることが大会の醍醐味であるため、速度調節を生かして戦略的に走らせられることがコンセプトとのことです。ギミックを見ましょう。ストップの位置で止まるとゲートが開きます。ゲートに激突するとゆっくり開いてタイムロスになります。一定間隔で扉が開閉します。これらのギミックは大学のキャンパスがモチーフだそうです。そしてコーナーを抜けた先にあるのは大きな斜め台とジャンクションです。一定間隔で動くジャンクションはコース選択を可能にします。ジャンプ台でショートカットもしくは外回りコースです。ウォッシュバーンに加えて左右の壁にも出っ張りがあります。マシンを左右上下へと揺さぶります。そこを抜けたコーナーにも出っ張りがあります。ジャンプ失敗ルートと合流します。そして最終コーナー直前には間の爪です。前回の大会ではここが最難関ポイントでした。コースの壁が 30mm とミニ四駆コースに比べて低いので全体的にコースアウトしやすいです。こちらはジャンプ成功ルートです。着地とコーナーの間に出っ張りがあります。コースの内側を通ってショートカットができます。コーナーの中に出っ張りがあります。出口に片側斜め台があります。コース紹介終わり。一番のポイントはどこですか？ジャンクション手前のドデカ斜め台です。コース選択をしようと手前で停止するとスタックします。逆に狙ったコース側に開いている時に焦ってスピードを上げると吹っ飛びます。本体開発のギミックなので未対策です。それではレースレッツゴー。1回戦です。レーンは2段目。1位で準決勝に進めます。ドーン、すごい速度で吹っ飛んでいきました。緊張もあり焦りすぎです。マシンを戻しに行きます。ルール説明。コースアウトは選手が戻しに行きます。右リアバンパーが破損しました。奥側から再スタートです。短期大学はスムーズに2周をこなしていますが、岩川選手はメリハリがかなり大きいですね。かなりね、スピード自体はギューンと飛ばしてギュッと止めてというところですが、さあこれは速度的にはまくり切ることはできそうですが、さすがに急加速。フォロ調整が難しいです。間の爪も強いですね。ここで前転からの前転なのでフロントが浮いていないのはグッドです。コントローラーの接続が切れました。受信機の電源状態を確認します。電源は入ったままでした。これは再接続するまで待つしかないです。開発者の課題はBluetoothが飛びすぎて混戦気味とのことでした。全選手条件は一緒です。完全に止めて再接続しました。遅れを巻き返したいところです。焦らず慎重に操作してください。コースはジャンプ側なのでショートカットを狙います。コースアウトです。ここが極めて難しかったです。リプレイ。まずはここにいます。黒いバーを見てどちらのコースに振り分けられるか見極めます。ジャンプ側です。ここでフルスロットルにして加速をつけます。柱で隠れているのでジャンプの成功は着地後にわかります。その直後に出っ張りがあるのですぐにスロットルをゼロにする必要があります。この一瞬の操作が私にはできませんでした。そのため以降はできるだけ外回りを狙っていきます。マシンの復帰時にコントローラーを持ってはいけないルールなので本来はすでに負けになっています。1位はゴールしているのであと2周は落ち着いてマシンの消耗を抑えつつ練習します。敗者復活があってよかったですね。操縦はどうですか？体感では操縦7割マシン3割です。コース対策がしっかりしたマシンであるほど操縦の割合が減るイメージです。大会のコンセプトには合っていると思いました。デザインに注力したマシンでも優勝の可能性があるのがいいですね。さあしかし最終ラップはかなりの速度ゴール。最終ラップめっちゃ速かったです。破損状況を確認します。右リアバンパーが根元から折れました。そして困ったことに破片が見つからなかったので接着で修理ができないです。右スキットローラー折れ。ここは直せます。敗者復活前の休憩時間でバンパーの破片を探しに行きます。見つかりました。よし、急いで修理します。修理完了です。接着に加えて紐を接着剤で硬化させることで強度を出しています。グッドです。この発想は去年のフェンスカー走行会で見たバンパー固定方法が元となっています。マシンも直ったので受信機の充電をできない。レースの参加には受信機の搭載が必須条件です。これは非常にまずいことになりました。お困りですか？その声はあずやさん。こんな時のために新品で予備を買っておきました。どうぞ使ってください。ありがとうございます。出走まで時間がないので早急に受信機を乗せ替えます。乗せ替え完了です。充電もしっかりとできています。本当に助かりました。借り物なので提灯は固定にしています。すべての修理が間に合いました。敗者復活行きましょう。レーンは2段目です。いきなり引っかかりました。ゲートでは幅が若干狭いのでゆっくり走ると引っかかります。最初で踏切に引っかか
かってマラソンランナーが全員溜まるみたいなことが割と起こっていて、いい走りです。操作に慣れてきました。ゲートにぶつかってもロードローラー部がかなり衝撃を吸収しています。ロードローラーはかなり活躍しています。フロントが全然跳ねないです。ミアもこのくらい跳ねなく作れていたらすごいマシンになっていました。稼いでる。さあこっからインストロックは稼ぎたかったところ、コースアウトを期しているのに、今からはストリート中盤ですね。ジャンプに再挑戦。ジャンプ前にスピードを落としてみましたが、それでは届きませんでした。ここはマシン性能の部分ですね。しかし他のマシン2台も速かった。落ちてる間でもなんとかリードを保っている。ここで現在1位です。とにかく慎重に走らせています。コーナー曲がりきれず柱にバンパーを引っ掛けるマシンというのはかなり多く見えています。間の詰めからのコーナー直後の柱にバンパーが引っかかるマシンが多いようですね。私のマシンはそこには強いです。フロントが跳ねないのでフロントが乗り上げにくいのと、乗り上げてもヒンジレス80バンパーで復帰ができます。まさに今のですね。ゴール1位で準決勝進出です。よっしゃ、破損もなしで準決勝に臨めます。展示をしながら休憩します。思っていた以上に視聴者方々の割合が多くて驚きました。パワーをもらいましたね。準決勝スタートです。5レーンは3段目。シグナルの色が変わってグリーンライトだ。うまくジャンプ失敗ルートに乗れました。コースアウトです。復帰させます。なんか飛び散っています。左右のスキットローラーが折れました。ロードローラーのみでも走れるので問題ないです。軽量化のために固定のクッションパーツにする案もあったのですが、かっこいいからとロードローラーにしてよかったです。ロマンがフェールソフトになっています。全然映っていないですが快調に走っています。さあしかしここはなんとかニコニコ技術部コースの中で挙動を乱しながらも、これはサイドバイサイドニコニコ技術部。ジャンプ側はもはや運なので祈ります。届きません。ここで左リアローラーが折れました。コースは右回りなので左ローラーの欠損は走行に強く影響します。より一層コントロールがシビアになりますね。さあ今何周目でしょうかね。間の詰めの進入速度が未だに難しいです。復帰早慣れてきました。1位のマシンと1周差をつけられて現在2位です。ここで1位は最終ラップです。あと1周2周重ねることができるんでしょうか。オーバースピードでしたが左リアがないので引っかからずに済みました。まさかの活躍。この周回早いです。最終ラップ現在は2位です。1位を抜きました。下のレーンのマシンも最終ラップなので残りの2コーナーで勝負が決します。慎重に行けば勝てます。最終コーナーの結果次第では逆転もあるが、ここでまくっていく。さあ1位です。敗者復活から決勝まで進めました。ここが盛り上がりのピークなので決勝戦はニコ生で。ということで今回は大阪・関西万博で開催された大会に出場してきました。新しい経験ができてよかったです。そして経験は力になります。フェンスカーの経験ライトで破損を補強することにつながりましたからね。今回の経験もまた良いことへつながるでしょう。これからも色々とやっていくのでお楽しみに。それではまたのし。